はい、こんばんちは、シンラです。今回は、モンハンワイルズでストーリーをクリアした後、上位に入ってから目指すべき装備についていくつか紹介したいと思います。で、早速1個目に紹介する装備はこちらですね。この防具のスキル、デフォルトでこのね、弱点特攻と挑戦者がね、マックスについているという超汎用装備になります。装飾品を1個もつけずにね、弱特と挑戦者が両方ともついているんで、まずはこれを軸に作るのがおすすめですね。この装備で利用しているこのダハディだとかシバルカのねベータなんかはマジでどれもね1000級のスキルばかりがねついている優秀装備なので、とりあえずこの5つは作って、防具のね鎧玉もがっつりとねつぎ込んじゃっていいと思います。あとおまけですが、この装備にはシリーズスキルもねついているんで、特にこの左人竜の木が加速再生なんかはね優秀ですよね。継続してモンスターに攻撃を当てると体力が少し回復するんで、これはかなり嬉しい疑似回復カスタムみたいな感じですね。でもう一つがこの東方竜の反逆、高速状態から回復すると一定時間火力が上がる。これもね攻撃力が上がるスキルですね。でこの装備からね具体的にどういう感じでカスタムするかというと、一例もねちょっと見せておきたいと思います。一例としてはこんな感じですかね。装備スキルはこのようになっています。加速再生がねせっかくついているんで、体力回復量アップと精霊の家具をねつけて快適性を上げています。あとはこの左人刺激もね傷がつけやすくなるスキルなんで、これもね、積めるんだったら積んだ方がいいですね。何しろワイルズはね傷つけゲーなんで、これはね、弱いわけはないですよね。あとは整備で隠れ身だとか自分の好きなね装備のクールタイムを上げて使いやすくすると。あとは破壊王なんかも結構おすすめですね。というわけでこの装備どう作ってもマジでね強いんでおすすめです。あとは立ち使いの人なんかはこういうね、レイヤの装備とね組み合わせるのもいいですね。こうして達人種と超信条をねつけることによって、今会心率がね 35%、 この武器ねデフォルトで会心率がね 15% ついているんで、まず武器のみで会心率が 35% いって、そこから挑戦者レベル5で会心率 15% で、さらに弱点特攻のねプラス 50% で最大会心率は 100% になる調整ですね。マジでね立ち使いの人はこの武器ねおすすめです。はい、じゃあ続いての装備はこちらですね。左人刺激を軸にした超快適装備になっています。というわけで次の装備はこのアルシュベルドのね、防具をふんだんに使った傷つけと回復に特化したタイプの装備になっています。この装備どういうコンセプトかというと、このシリーズスキルをね軸にして考えています。五左人竜の命脈で大型モンスターの傷口をね破壊した時体力が少し回復する。さらにさっき言ったシバルカシリーズの、この左人竜の加速再生、これでもね継続してモンスターに攻撃を当てると体力が回復していくと。でさらにスキルとしてはこの5石もね左人の5石を積むことによって左人刺激をレベル5まで、マックスでね採用しています。これでガンガン傷つけまくって傷口破壊しまくって回復していく、そういうね超快適装備になっています。言ってしまえば超回復装備って感じですかね。例として装飾品をつけてみるとこんな感じですね。できればこの通撃士がねあと1個あればこれ完成するんですが、ちょっとねまだ、リリースされて数日3日ぐらい、3日か4日ぐらいなんでね、まだ通撃士2個手に入ってないですが、予定ではここにね、通撃入れる予定です。装備スキルはこんな感じになっております。弱特レベル5になる予定で、あとは体力回復量アップで回復量を底上げしています。この体力回復量アップっていうスキル、初心者向けなねスキルかと思いきや、これねマジで優秀なスキルなんですよね。体力回復が行われた時に回復量が上がるというわけで、もちろんね回復アイテムだとかで、体力回復量が上がるのはもちろんのこと、この破壊衝動だとか、あとは加速再生での回復にも適用されますし、とにかく体力が回復すれば適用されるスキルなので、それらのスキルを組み合わせればマジでぶっ壊れなスキルになります。しかもね装飾品がこのちっちゃいやつでいいんでね、マジで付け放題である。であとは破壊王もレベル3まで積んでいます。もともとは V を破壊しやすくなるだけのスキルだったんですが、このワイルズからは傷口を破壊した時のねダメージが上昇するという効果もついています。レベル3だと 1.3 倍で、しかもね V を破壊しやすくなるので、腕とか足をね破壊した時の、ダウンのね回数も増えますし、あとは素材もねめっちゃ手に入りやすくなるんでね、それもいいですよね。この左人刺激でね傷口破壊しても、
素材が手に入って V 破壊しても素材が手に入る。マジで素材集めに最適ですね。で、一応ここ反抗種つけていますが、ここは自由枠ですね。何でもいいです。あとはね、個人的にはこのね、通撃時が手に入ったらいいんですが、まあもうちょいですね。というわけで、この回復もりもりで超回復して、しかも素材もうまうまな装備、めっちゃおすすめです。はい、じゃあ次はこのシュバルカ一式を使用した竜属性特化の装備になっています。この装備、新スキルである属性変換と属性吸収をね、両方ともレベル3マックスで採用した竜属性に特化したタイプの装備ですね。武器もこのアルシュベルドのね、武器であれば何でもいいです。別にね、双剣じゃなくても、例えばね、太刀だとか弓とかでも OK です。アーティア武器でね、部品があれば、竜属性に特化したね、武器を作るのもいいんですが、まあ、生産で作るんだったら、この砂人双剣がおすすめです。この装備についている属性吸収と属性変換というスキル。まず属性吸収が属性攻撃を受けると発動するスキルでね、結構受け身ではあるんですが、属性のね、攻撃値が上がるスキルである。で、こっちの属性変換は属性攻撃を受けると発動し、一定時間、竜属性をね、ダメージが発生するスキルですね。で、しかも竜属性攻撃値も上がるんで、マジで竜属性モリモリのね、装備になっています。この属性系のスキル、属性攻撃を受けると発動すると書いてあるんですが、これはね、別に無敵時間でね、避けちゃっても発動するんで、別にダメージを受ける必要はない。で、しかもね、ハイパーアーマーとかで攻撃をね、受ける場合には、それでもね、発動するんで、思ったよりもかなり発動がしやすいスキルになっています。なので、竜属性が弱点の相手にはね、マジで効きますし、なんなら別に竜属性そんなに効かないよっていうね、相手にも、全然ね、持っていける装備になっています。このワイルズね、大体のモンスターが竜属性効きますし、あんま効かないのはシーウーとかそこら辺かな。マジでほとんどのモンスターが竜属性ね、一応有効なので、そういう意味でも結構ね、汎用的に使ってもいい装備ですね。ただ、このゲームでマジで狩りたいモンスターって、大体が竜属性が弱点なんですよね。例えば、アルシュベルドだとか、あとはね、ゴアマガラとかもね、竜属性が弱点ですし、そういう連中をね、狩りまくって周回する上ではね、かなり有効な装備と言えます。あとね、シリーズスキルで加速再生がね、レベル2ついているのも結構ね、快適性が上がってますからね。装飾品はね、割と自由でいいと思います。この装備、弱点特攻もね、レベル5マックスでついているので、まあ、例えば砂人刺激なんかをね、つけるのもいいですし、あとレベル2のスロットに関してはね、整備とかおすすめですね。はい、こんな感じでね、装備つければかなり快適性が上がると思います。ただまあ、このレベル3のね、スロットが少ないのがちょっと難点ですが、とりあえず属性変換、属性吸収を使うんであれば、このね、装備スキルで OK ですね。アルファ、アルファ、ベータ、ベータ、ベータの組み合わせで OK。はい、というわけで、モンハンワイルズの超汎用ゴール装備、こんな感じのね、ラインナップになっています。ただまあ、もうちょいね、結構ワイルズにはね、優秀な防具があってね、開発中のものもあるんですよね。例えば、このゴアシリーズを使った貫通ライトとかですね、この装備まだ開発中ではあるんですが、このメイン武器の放線火流砲がね、マジでね、えげつなく強いんでね、このライトボウガンどういう装備かというと、この貫通弾と火炎弾をね、両方とも速射できる装備なんですよね。で、しかもね、カスタムパーツに貫通弾強化と速射のね、追加弾層がついているんで、マジで貫通弾に特化したタイプのね、ライトボウガンなんですよね。で、しかもね、火炎弾が速射対応しているんで、ゴアマガラとかをね、速攻で周回するにはね、このライトボウガンしかないかなと、個人的にはね、思っていて、今絶賛装備開発中です。とりあえず、この装備に関しても完成したらね、動画にしようと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、モンハンワイルズのゴール装備をね、3種類紹介したいんですが、この中から自分の好みに合ったね、コンセプトのものを選んで使うのがいいと思います。また、いろんなね、モンハンワイルズの動画上げていきますので、よければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。